どうも、ベトナム在住のうきつです。今日はね、これらの塗装をやっていきたいと思います。まずはね、このガソリンタンクのこの周りですね。ここはもうね、簡単にね、ブラシでサビを取るだけにします。もうね、この程度でいいことにしちゃいます。これはどこまで塗るべきか。塗る貼るか。簡単にマスキングしてね、周りをちょっと塗っちゃおうと思いますが、一応これで穴掃除しとくかな。それで結局ね、純正のやつ錆止めだけ塗っておきました。これ一旦かぶせてね、裏側も軽く掃除したいんだけども外れちゃうのが嫌なんでね。これ裏の状態はねそんなに悪くないんだけど、要はこのひっくり返した時にね、こいつが外れないようにしたかっただけなんです。ちょっとだけなんだよね。裏側はねちょっと剥げて、そこが錆びたりというか、これはあれだな、錆び止め塗装の色だ。そこをちょっとね、もうペーパーで水使わずにこすっておきます。ちょっとこの上は機械使わないと取れんね。これ使ってね、削っていきます。こんなもん、マスクこんなもんでいいかな。なんか今一つ綺麗に取れてないけど、あとはなんだ、ブラシでこすってからサンドペーパーかな。ちょっと粗いのに変えよう。180番でね、吸っちゃいます。もうこんなもんでいいかな。どこまでがサビでどこまでがサビ止めなのかね、よくわかんないんですよ。乾かしてる間にね、これもやっちゃいます。一番大変なのはこいつかな。いやー、取れんねー。どうしようかな。これはもういつものハルトで
錆止めしちゃおうかな。外装ね、いつもいい加減なんですけど、ちょっとこれでね、錆だけ止めておけばどうかなるんじゃないのかな。では行きます。次のね、足付けはこれですね。これもね、それこそこれはまた刷毛塗りでデコボコ塗装にするんでね、前回フェンダーやったのよりは細かい180番、これでね擦っておきます。これね、かなりデコボコあるまんまですけど、もうこのまんま塗装やっちゃいます。なんでアルコールでね掃除。さあ、そんじゃあね、いつものように塗っていきます。今回の刷毛すごい毛が抜ける。映んのかな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 なんか10本以上抜けちゃった。まあいいや、先にピンセットで取るか。なんか20本ぐらい抜けてました。今回の品質悪いな。まあいいや。いや、今回のねこの刷毛は外れですね。もう何十本毛が抜けたのかわかんないんですが、今回ね一度塗りもかなりねあっちこっち塗れてないんですけど、やったらねどんどん毛抜けちゃうんで、これで1回塗りは終わりにしておきます。こっちのね、タンク錆止めしたやつとか、この場所かな、吸盤吸盤がねくっつくところがあるんで、明日まで乾かしてね、ちょっとサンドペーパーで慣らしてから艶消しの黒を塗ります。まあ艶消しなんでねあんまり吸盤くっつかないんですが、でこれは春と塗ったんでね、こいつに関しては一応2日置いてから色塗った方がいいのかな。まあとりあえずね続きは明日作業します。結局ね2日間乾燥させました。この部品にねこの春と、錆止め塗っておいたんで、2日乾燥させてからね塗装するってことになってるんで、他のも2日、一緒に乾燥させました。まずはこれをね作業していきます。これはね錆止め塗って2日経ったらその上から塗装できるってことなんですけど、一応ね余分な部分削ぎ落としておきたいと思います。さっきのやつね乾かしてる間に、こっちの処置もしていきます。これはねもう裏側とこの中はこの錆止め塗装だけで OK にしちゃいます。これでねこいつは艶消し黒を塗っていくんですけど、おとつい錆を落とそうとしてワイヤーブラシ使ってね筋がすごいんですよ。でこの2箇所だけね
吸盤がくっつくんでね、サンドペーパーで少し平らにしておきたいと思います。これね、かなり凸凹あるまんまだけど、もう艶消し黒塗っちゃいます。さあ、それでね、これの塗装もやっていきましょう。それでこのハケですよ。前回ね、すごい抜けたんで、こいつは大丈夫なのかな。事前にちょっと引っ張ってね、抜ける分を抜いておきます。これは大丈夫かな。で、さあじゃあ塗っていきます。今度は大丈夫かな。こんなとこやね。今回は2回目なんでね、しっかりデコボコにしていきます。こんな感じかね。あ、私が影になってあんまり綺麗に映ってなかったかな。ライトがねちゃんと当たってませんでした。この前のカバーね、サンドペーパーかけて、艶消し黒塗ります。でこっちはねもう一回艶消し黒を塗って終わりにします。それらはねもう動画にしないんで今日はここまでにします。それではまた。